さて今回は爽やかな辛みのパンチが効いたチキンステーキサルサソースがけを作っていきます。まずは鶏胸肉に火が通るようフォークで刺し、塩を振って両面を焼いていきます。白ワインで 7,8 分蒸し焼きにしましょう。焼いている間にサルサソースを作っていきます。紫玉ねぎ、きゅうり、アボカド、トマト、チリ、ケッパー、ライム、コリアンダー、イタリアンパセリをカットし、塩、コショウ、白ワインビネガー、ライム汁、オリーブオイルを入れなじませていきます。焼けたチキンに出来上がったサルサソースを彩ればチキンステーキサルサソースがけの完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ今日も始めていきます。まずはこのフライパンですね。熱したフライパンにオイルを流しましょう。ヘルシーに今日は鶏胸肉、この胸肉を厚みがありますんで切って開いてもいいんですけど、今日はこの状態にしておきたいので火通りがいいようにフォークを使ってこのように身をね刺していくと。さあちょっと反対側も刺しちゃいましょう。でここにですね塩をさあでは鶏胸肉焼いていきます。まずは皮の部分から。さあちょっとフライパンを傾けて横にもねかけてあげましょう。さあ表面どうなってるんでしょう。繰り返しますか。さあ厚みがありますからね、そこにも火が通るようにじっくりとねこうやってオイルをかけて熱をね火を通してあげましょう。さあいい色だ。表面を程よくねこんがりと焼いたんですけれども、ここで火力を弱めて白ワインをかけで蓋をし、さあここからですね 7,8 分ほど蒸し焼きにしていきます。しっとりといい感じにねふっくらと仕上がります。さあではこの時間ももったいないので次の作業に移りますけれども、さあここでボウルを用意してサルサソースを作っていくんですが、さあじゃあまずはどれからいこう。まずはじゃあ玉ねぎなんですが半分にカットし、切り落として、さあ紫玉ねぎをスライス。紫玉ねぎをスライスしたらこれをボウルに移そう。次はきゅうりいきましょうか。きゅうりなんですが、よし、切り込みを入れ角切りに。ちょっと切り方を変えてあげましょう。続いてアボカドなんですが、縦に切って横も切りましょう。サイドからも切ってあげる。そしてまた切ってあげます。切ったらこれもまたボウルに移してあげましょう。それからチリです。ちょっと辛みを加えたい。なのでフレッシュチリを、なかったら代用でタバスコを使ってもサルサソースが作れます。
それとここでイタリアンパセリ、それからコリアンダーですね。ほい、これはザクザクっと。これもまたいい香りが広がりますね。さあ食材をいくつかカットしてそれをボウルに移していくだけなので非常に簡単です。まだあります。トマトいきましょう。さあトマトはちょっとこのヘタをくり抜いて、ほいっと半分、またさらに半分、まずは4等分に。さあ今回はですね、中の種を取り除いちゃいます。さあ今回この種は使わないんですけれども、このままおつまみにしたり、あとは何かのソースの足しにするといいかもしれません。さあトマトを切りましたら、この後は縦にカット。そして向きを変えてまたさらに切っていきます。だんだんサルサソースっぽくなってきた。さあ僕の好きなアクセントにケッパーを、これは簡単に手に入りますのでぜひちょっとチャレンジしてみてください。刻んでいきましょう。よし、さあここでライムの登場だ。ライムを切って絞ります。それからもう半分は薄く切っていく。さあこのような形でね、このライムがサルサソースにも入ってたりとかするので、これもまたいいアクセントになると思います。よし、ではここで塩と胡椒、振り入れ、そこに白ワインビネガー、それからオイルを、なるべくアボカドを崩さないように丁寧に混ぜていきましょう。いいね。バッチリ爽やかな辛さだ。今回は鶏肉なんですけれども、代わりにお魚を焼いてその上にこのソースをかけても全く問題ありません。あと焼いた豚肉でもいいかもしれませんね。さあ鶏肉の方はどうなってるんでしょうかね。さあ開けます。せーの。きた。しっかりとワインの香りが効いてますね。さあここでちょっとペーパーを用意して、軽くね拭き取ってあげましょうか。ちょっと雰囲気のあるお皿で、ここでお待ちかねのサルサソースを。よし、またここでライムが好きなんでね、皮も削っちゃおう。
きた、豪華になった。さあ、爽やかな辛さがやみつきになりますよ。いいものが今日もできちゃいました。さあ、完成です。チキンステーキサルサソースがけの完成。良い一日を。